んにちは、みえこです。今日はいつもの動画とちょっと違いますよ。いつも使っているミシンと道具をご案内します。では最初にミシンからです。去年買い替えたんです。20年ぐらい使ってたミシンが壊れたので買いました。糸通すのがとても簡単です。何せ前のミシンが20年前のものですからね。すごいですね、最近のミシンは。最近でもないですか。それから針に糸を通すのがとっても簡単です。これお気に入りポイントの一つです。それからもう一つのお気に入りポイントは、下糸を巻くのがとっても早いんですよ。これは2倍速で映してますよ。いきますね。ここからですよ。はい。お話ししている間にボビン1個があっという間に巻き終わってしまうんですよ。だいたい40秒ぐらいで1個巻いてくれるようですよ。それからこの送り場もとても気に入っています。なぜかというと、この下に送り場を上げたり下げたりする調整ができるからです。工業用のミシンはあるんですけど、家庭用にはあまりないですよね。それから上に行くと押さえの圧力を変えることができます。ですから薄いものを縫う時とかいいですよ。とっても明るい LED もついてます。次にこれ中開けると押さえいっぱいあるんですが、それは前のミシンも同じでした。これが今回の中に入っていったもので、これ持ってたものですね。使ってみたらみんな使えるようでしたよ。それからこれフットコントローラーですね。足でミシンを動かしてくれるやつです。で、先の方をグイッと押すと進んでくれます。強く踏むとスピードが出ます。離すと止まります。それからかかとの方に踏むとパチッと糸が切れますよ。便利です。それからこれですね、膝で押さえを上げるバーなんですけど、これ便利なんですよ。両手が塞がってる時とてもいいです。角度変える時にとても便利ですよね。で、このミシン7ミリ、押さえの端から7ミリのところに針を動かしてくれるので、縫い代7ミリの理由はここにあります。皆さんごめんなさいね。私の都合で7ミリになってました。それからこのテーブルですね。小さいパーツを縫う時にとても便利です。これもセットしてあったので、助かりました。余計な出費がなくてよかったです。で、これ外しましてセットします。いつもこの状態で動画映してます。段差をきれいに調整してで縫うことができます。そしてですね、これジグザグミシンとっても綺麗に縫えるんですよ。前にこれも縫いましたし、このカバンも作りました。
それからちょっと大きくてこのキルトも作りましたよ。ジグザグの縫うのがとても美しくできます。他の飾り縫いもとても綺麗なんですよ。今度作ってみたいなと思ってます。次に毎回使っているのがこの定規ですね。いろんなサイズ使ってます。まず最初に大きい布を切るときはこの状態ですね。この大きいのを使います。端に合わせて5センチ間隔で格子の線が入っているので、この線に合わせて布をカットしています。カッティングボードの下のラインはあまり見てないですね。定規のラインだけ見てます。上から見るとこんな感じですよ。次に細いものを切るときですね。今度はこっちに合わせてこのように切ります。続いて小さく切るときですね。その時も切りたいパーツを定規の中にぴったり収めてしまいます。そうするときれいに切れますよ。定規は幅の広いものが使いやすいですよ。もう20年以上前に買ったものです。そして小さいこのサイズですね。これはとてもよく使います。上から見ると細かい線がいっぱい入っているので、これを見ながらいろんなサイズにカットしています。それから細いもの、これですね。これ3センチ幅30センチのものなんですけれども、これは定規ではありますが、このキルトラインをつけるときに使ってます。とても便利です。クリアに見えるので、とても綺麗な線が描けることができます。次にこのストーンですね。これはフープを最近使ってないので、これで固定してそれで縫ってますよ。いろんな方向に置いて使えるのでとても便利です。重ねて収納もできます。次にこれですね。これはマグネットテープです。ホームセンターや100均などに売ってますよ。いろんな幅を買いだめしております。でこれ小さく切ってミシンの押さえの横に置いて使ってます。これは1個だけじゃなくて2個重ねたりしても使えます。そしてこの針を押さえるのにとても便利です。マグネットですからね。あ、これですこれです。ロータリー型忘れてました。あれ、布カットしてるといっぱいほこりがつくんですよね。でこ
のネジ締めすぎちゃったりして切れなくなるときびっくりするんですが、よく見たらネジ締めすぎたということがしょっちゅうあります。皆さん気をつけてくださいね。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。